今回はこちらクレソンのお料理を作っていきたいと思っています。クレソンというとどのようなイメージがありますでしょうか。多分、肉料理のですね付け合わせでなんか乗ってるなんだかよくわからない野菜、そんな風に思ってらっしゃる方が大半だと思います。それはですねすごく残念なことです。このクレソン、僕は大好きな野菜で、本当にクレソンのですねいろいろお料理がですね頭に浮かんできます。それでですね今日作るお料理、それはですねクレソンのポタージュです。あまり日本では知られていないお料理なんですが、英語で、ウォータークレスって言いますね。英語でウォータークレスレシピーズで、検索すると結構出てきます。ということはそのクレソンのポタージュって英語圏とか、ヨーロッパなどでは割と定番のお料理なんですね。それをですねこれから作っていきたいと思いますね。材料こんな感じです。2人分です。クレソン 50g、 じゃがいも大1、玉ねぎ中1、水 400ml、 塩小さじ1/2、生クリーム大さじ1、じゃがいもの皮を剥きますね。はい、はい、では、皮を剥きましたら輪切りにします。では輪切りにしましたらこちらですね、水 400ml ですね、入れた、鍋に入れて、はい、続きまして玉ねぎ、これも薄切りにしていきます。玉ねぎ薄切りにして、こちらの鍋にですねまた入れますね。はい、それで火にかけます。今日作るクレソンのポタージュなんですけれども、このレシピのですね出どころはどこかということでですね、これです。ジュリア・チャイルドという、アメリカのですね伝説的な、料理研究家の、人がいるんですけれどもね、ご存知の方も多いかと思います。映画で、もしかしたら見てるかもしれませんね。メリル・ストリープが、主演で作られた映画「ジュリー&ジュリア」、この辺りにですねちょっとその映画のリンク出てるかと思うんで、もし興味のある方はちょっと見ていただくといいと思いますけれどもね、その中で出てきたそのジュリア・チャイルド、がですね、残したこの「マスタリング・ジ・アート・オブ・フレンチ・クッキング」で、この中に、出ている、スープの、章がありましてね、ここですね、チャプター1スープスというところがありますね。ジュリア・チャイルドって方はフランスで料理を、勉強してですね、でそれをアメリカのその主婦向けのですねテレビ番組で、紹介してるわけなんで、フランス料理がですね、ベースにあるわけなんですけれども、その中でですね、ポタージュで、そのポタージュのバリエーションとして、ウォータークレススープ、ウォータークレスってのはクレソンのことですね、ウォータークレススープとして書かれているもの、日本の料理事情を考えながら作りました。沸いてきましたね。少し隙間を空けて蓋をして、弱火にします。40分のタイマーオン。はい、しばらく、煮ていきます。クレソン、これから入れますけれどもね、入れる前にこのクレソンの中で飾りに使うちょっと見栄えのいいクレソンを、そうですね、一つ取ってもらえればそれで使えますのでね、じゃあこの子でいきたいと思います。この子だけちょっとここにですね避けておきます。はい、今避けたクレソンですけれども、飾りとして使うのはこの上の部分だけなので、上の部分だけ切って、あとはこれは入れちゃいます。こちらのですね選抜しておいた
クレソンのちょっと見栄えのいい子たち、この子たちを、ちょっと30秒だけ、湯がきます。はい、じゃあ入れます。はいはい、30秒経ちました。はい、それでは、はい、そして冷水に取ります。茹で始めてから今35分になったところです。こちらの、洗ったクレソンをですね入れます。はい、40分経ちましたので火を止めます。ではこのまま冷めるまでこのまま待ちましょう。はい、ポタージュの方が冷えましたので、それではですねミキサーに入れてこれから滑らかにしていきます。はい、こんな感じです。はい、ではこれをまた鍋に戻しますね。では、鍋に戻してまた火をかけます。それでは最後にですね、塩で味を整えて、はい、クレソンのポタージュ、いよいよ試食です。はい、なんとも言えない優しいお味がします。はい、この優しいですね緑色のこのポタージュいいですね。今回ですねこのレシピすごくシンプルな材料で作ってます。ですので、シンプルなんですがやっぱり素材の味が生きてますね。はい、ということで今日はですねこのクレソンのポタージュ、ジュリア・チャイルドのですね、レシピに沿って、作りました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、それではですね今日はですね、クレソンちょっと多めに買ってきちゃったのでちょっと余っちゃいました。でこの余ったクレソンまたですね、ちょっといい使い方ありますので今度ですね、次回はこの余ったクレソンで、作る、おすすめレシピ、特にですねこの茎の部分がですね結構余っちゃったりしてどうしましょうっていうのがありますので、この辺りもですね、合わせてご紹介していきたいと思いますのでまた見に来てやってください。それではですね今日はですねこのジュリア・チャイルドの、決まり文句で最後締めくくりたいと思います。ボナペティ。